溶けてたいんだよ、彼らの生活に。で溶けてたいってことはどうするかっていうことはやっぱ自分の力を抜くしかないっていうのがあると思うね。2年前まで東京だよ。そう、みんなにでも東北に住んでるって思われがちなんだけど、全然そんなことなくて、で今そう埼玉県飯能市に住んでるって感じかな。なんか自分の身体がもうちょっとこう軽やかになりたいっていうかさ、で住んでから畑を貸してもらったりとか、あとうちにたまたま薪を、その飯能の隣町に秩父市っていうのがあるんだけども、その秩父市に友達ができて一緒にこう、木を伐採してその薪作りをしたりとか、意識的に変えることによって物の見方も少し変わるからさ。別に人と関わるのが好きか嫌いかって言われたら別にそのベクトルとしたら別にそんな好きの方ではないってことだよね。といえども人と関わらなければ生活は成り立たないわけで、その時にいかにやっぱそういう地域とかがやっぱなんか良くなっていったらいいんだろうとかいうふうに思うわけでも、実際やっぱ写真家っていろんなとこに行くわけで、その時にいろんな人のお話を聞いたりとか、いろんないいこととか悪いこととかそういうことがいろいろ見えてくると思うね。俯瞰して何か変革を起こしたいって思う人たちがやっぱ俺みたいな言葉、を求めてたりもするっていうのはあるのかもしれない。新しいっていうと、いやいやわかるよ。だから俺はだからいろんな人の話を聞きたいし見たいわけですよ。でも自分のそのなんつうの考えっていうか、なんかそういうものは置いときたいわけだから、ないものとしてこういたいわけ。今我々が特に僕があなたとってなった時には、そこはやっぱある意味ゼロ地点に立たないとやっぱなんつうのこう通う気持ちができない。何もないから教えてよみたいな。ある意味言い方はいいかどうか分かんないけど、自分のこう心のこうなんかふにゃふにゃ感っていうかさ、それ柔軟とかじゃなくてその頼りなさみたいなのを作り出していけば、相手はそのさっき垂らすって言ったかもしれないけれど、じゃあ教えてやろうかみたいな。あんまりおしゃべり好きなタイプじゃないじゃないですか。そうだねそうだね。どうやって話聞き出してるの？しつこく聞いたりとかさ、あとやっぱりね、その黙って待ってるとかさ、でもその時ってさ、その会話だけじゃないじゃん。やっぱもう当たり前だけど、それは身体にも関わる話になってくるわけじゃん。で身体に関わるとじゃあ俺はどうするかっつったら、じゃあその仕事を手伝ってったりとか、あとはなんかなんつうの、一緒になんかじゃあご飯を食べたりとか。辰木さんにもう狙われる被写体ってすごい気持ちよさそうな顔さ。偉そうにしないからじゃん俺。偉そうにしないからじゃん。なんなんだろうね。いや別に自分が天性だとも思ってはいないし、ただ別になんか自分で言うのも変だけど、素直っていうか、だって俺分かんないもん。今彼らが大事にしてること、それがもう彼らのひいおじいちゃんからつながってることなんて俺分かんないもんみたいな。だから教えてほしいなっていうふうに思うし、営みって何みたいなことをやっぱ俺も全身で浴びたいから、もうだからなんていうのかな、溶けてたいんだよ、彼らの生活に。で溶けてたいってことはどうするかっていうことはやっぱ自分の力を抜くしかないっていうのがあると思うね。やっぱじゃあ自分の力を抜いたらどうなるかというと、誰かが支えないと俺は倒れちゃうわけでで支えてみたいな彼らの中にちょっと俺がいるみたいな空気感を作り出すみたいな、ことなんじゃないのかなって気がするけど。辰木さん全然違うこと言う。全然違うこと言う。はいもちろんそうでまず先入観にとらわれたくないっていうのが大きいと思うんですよね。現地を見る、あとその現場の集落のその携わってる人たちに話を聞く。三陸国際芸術祭のポスターっていうことに関して言えば、やっぱり新しい人たちに見てもらう。新しい人たちに見てもらうってどういうことかというと、やっぱ外の人たち、その三陸以外の人たちにもやっぱ伝えていきたいっていうことが、まず大きなテーマだったと思うんですよ。その地域からとかその人々からがこう伝えきれてないもの、簡単にももちろん
俺は紐解こうとは全く思ってないんだけども、やっぱりその地域の人たちの話を聞くことによって何かやっぱその断片みたいなものが感じられ彼らがやっぱり気づいてない部分をやっぱひたすらこうなんぞチョイスしていくっていうか、そういうところに時間をかけるって言ってもね制限があったけど、そういうふうに思ってたかな。意味死にたいっていうか、こう置物のようにすっごい印象的だったです。まあね、もちろんその芸能をやってる携わってる芸能を行う人たちはやっぱ踊ってなんぼだっていうふうに思ってると思う。もちろんそれ当然そうだよね。彼らが始まる前始まる後でもその佇まいからもそれはもう表現されてるっていうか、物をかぶった段階、名をかぶった段階、やっぱなんか服をね、その衣装を着たその段階でやっぱりもう俺は宿ってるっていうふうに思ってるわけ。そしたらそこに立ってるだけでもうそこの世界っていうか世界が変わってるっていうふうに思う。当時やっぱりね震災後っていうこともあったしさ、そっからやっぱ彼らのその精霊的なもの、そういう力みたいなものが湧き上がるっていうことはなんか表現したいなっていうふうに思ってましたよね。乗っては踊らせて、ヘトヘトにくたびれて。芸能はそもそもは捧げるものじゃない。で捧げるっていうのはその形式じゃないと思ってるわけ。やっぱりそれ肉体から何か湧き上がるものをもちろん衣装とか含めていろんなその前後は絶対あるはずなんだけど、それをやっぱ捧げてると思うわけで、その言い方が正しいかどうかわかんないけど、その捧げてる面って見たいじゃんみたいな話。でもやっぱりどうしてもこう長年やっぱりそういう地域でやってることっていうのはやっぱりその形式的な踊りの美学みたいなところに行っちゃうと思うわけ。でもそうじゃなくてやっぱそういうやっぱそれを彼女たちがやっぱりそれを捧げてるその姿と同時にその肉体が発してるもの、そういうものはどういうものなのかっていうのをやっぱ表現できたらいいよなと思ってそうしたよね。エロティズムとかこう性的なものとかってそういうのも含めてさ捧げるじゃん。でそういうものも含まれた芸能、本来芸能なはずじゃんとか思ったりもするしね。2016波板の虎舞、はしごに乗ってはい子供と虎、虎その保存会とかの場所に行ってお話を聞きに行くとやっぱりね長老みたいな人がいて、でそこのやっぱり今となったら本当にね若い子たちが入ってくるってなかなかやっぱ聞かない話なんだけども、少なくともやっぱりそういう保存会とかしっかりしてるところはやっぱり今の時代どう表現していいのか分かんないけど、やっぱ背中を見るっていう気持ちが若い子にもあると思うわけ。やっぱさ未来は見たいじゃん、未来がどういうものであれやっぱ未来は感じたいじゃんみたいな、脈々とつながるその過去から脈々とつながるものをやっぱ提示したがるよね。当然そういうものだからそうなんだけど、新しさみたいなことが見えづらくなる傾向にあると思ってるわけ。でも実際そうではないじゃんみたいな話になった時にやっぱりあの時は多分老人とその若者の時には多分カート・コバーンのT シャツを着てたと思うのね。俺なんかすごいそれやったなと思って、別になんかそういうかっこいいっていうか、多分彼は別にカート・コバーンの T シャツを着て映るっていうふうには思ってなかったと思うんだけども、でも多分少なくともね撮影があるっていうからかっこいい自分を演出してきたと思うわけね。でもそれもある意味一つのその東北であり、その若者のこれからの未来を感じられる、ものじゃんと思った時にやっぱそれこそそういうことをこう大きく捉えてなんかやっぱ表現っていうか写真を撮れたらいいじゃんというふうにはよく思ってるね。今までお話した2つのテーマとは全く、違う次元に行ったような気がするんですけど、一番初めにそのポスター作った時にさ、岩から、岸壁から精霊が宿ってきたよみたいなところがあったじゃない。それがじゃあある意味その集合また改めて集合しました。その時にどうその以前と違う、
何かが映すことができるかできないかみたいなことは考えてたよね。その時にやっぱり今度は岩の上に立ち上がるみたいなこと、岩の上から今度は湧き上がるみたいな、そういうものとして表現できたらいいよなと思って今回やれたかなって気がする。撮影できたかなと思う。俺が絵になるじゃん。だからそもそもまず辰木勝っていう写真家が何を撮りたいのかわからないっていうところからやっぱいつも始まるわけ。いわゆるそのものをなんで撮んないんだお前みたいなことが多いから、撮影が終わって、お話しして、プリントを送ったりするわけね。でポスターだったらポスターが出来上がるっていう話なんだけど、お前こういうことをやりたかったのかっていうふうになって、だからつまりそれはね俺が言う責任なわけだよね。彼らをどう見せていくか、どう感じてたかっていうことをちゃんと表現するっていうことが最後はねそこに持っていくっていうことを、こういうことをやりたいからやらしてねとかじゃなくて、こういうことをやりたいからどうしていこうかって一緒に、ある意味一緒に考えてるっていうところが大きいかもしれない。頑張んなきゃいけないなって思うんですけど、そのよそ者として心構えというか、よそ者であるっていうことはまず認識しなきゃダメだと思うわけ。やっぱり例えば仮によそ者が物事を変えようとしても、やっぱり彼らのやっぱり生きてきたものっていうのはやっぱ本当まず巨大なものだからさ、そのよそ者がどういうふうに寄り添っていくかみたいな、寄り添うっていうのだから結構寄り添うって言葉で言うとなんかこう優しい感じがするけれど、決して優しいだけじゃないじゃない寄り添うって。痛みもあればもっとこうなんつうのかな、人間臭いこともすごい多いと思うわけ。だからそういうものまで含めてそういうことが介入できるかみたいなことなんじゃないのかなって気がするけどな。僕に何かを感じてきてる人が、うまいこと東北に交じる。百戦錬磨だと思うなよってことだよ。自分の都合で考えなきゃいいってことだよ。であとは例えばやっぱ疎外感を感じるのは自分みたいなのが強すぎちゃってるんだと思うわけ。自分自身が溶けちゃえばいいじゃんって思うのって別にもちろんそうだよ。一番楽しいのは人と触れ合ってこう会話をしてることが最大の楽しみになるんだと思うんだけど、別に風景とこう溶けていくっていうか透過されていくみたいなことだって別に十分それはいいことでもあるわけだよね。だから自意識自己みたいなものを一回置いとくってことはすごい大きいんだと思うんだよな。震災前と震災後で東北のなんか感じ方みたいな。今ぐらいっていうかここ 2,3 年でそれを感じるけどね。で分かりやすく言うと三陸道ができたじゃないですか。やっぱ三陸道ができるのとできたことと45号線をひたすらね45号線をこうずっと走るのと全然違うことでしょ。やっぱその国道を使っていくとやっぱおのずと見えてる景色っていうのはやっぱ人々の営みっていうのがうっすら見えてくるし、やっぱいろんなものを実感できるんだよね。三陸道ができることによっていろんな経済とか発展、いい意味で発展するところもあると思うんだけど、同時にやっぱり本来やっぱ見続けなきゃいけないようなものがやっぱり見えなくなっていくっていうことは大きいかな。もちろんやっぱ震災以降その地域っていうかやっぱね津波とかいろんなものでこう流されてしまったものが改善まだされてないところもあったり、ただそうといっても自分たちの暮らしは続くんだなっていうのは僕が通ってたその釜石の人々にここ最近会った時にやっぱ思ったよね。人間の素晴らしさっていうか、僕がずっと出会ってる人たちに関して言えばそれは続くんだなっていう、その震災だろうが震災じゃなかろうが続くんだなっていうのは感じたよね。グローバルな国も含めてもどんな時代になってきますかね。こういうふうに SNS とかオンラインみたいなことが
日常的になったよね、やっぱそのコロナ禍の中で、まあそれがよりまた発達していくと思うし、でも一番崇高っていうか大事なことっていうか、価値があるっていうふうに思われるものってやっぱ対話じゃない。生の対話だと思ってるわけ。生で物事を感じることだと思うわけ。だからそういうものが貴重になっていくっていうことは事実があるかもしれない。で特に日本はこれから下手したら貧しくなる可能性があるよね。で貧しくなる可能性というのは、その現地に行って何かを感じるっていうことがやっぱり如実にできづらくなるかもしれない。人とのこう生のこう触れ合いみたいなことがすごい貴重な時代になってくるんじゃないのかなって気がする。やっぱ積極的にこう対話をしきれてるからオンラインっていうものの可能性があるんであって、何もないゼロのとこからその誰かと対話して何かを感じるかって、それは難しいんだと思うんだよね。で我々日本列島に住んで、日本っていう国籍、まあ国籍だけじゃないんだけど日本に住んでるとしたら、みんなが同じ日本語を喋ってるってことじゃないじゃん。やっぱり若干のその地域によっての言葉とか、その感情とかそういうものも含まれて我々は感じなきゃいけない。つまりそこにいろんな差異があるっていうことを感じなきゃいけない。差異があるってことが分かることでやっぱね、ちゃんと互いを理解できるっていうことがあるんだと俺は信じてるんだよね。ありがとうございました。ありがとう。貴重なお言葉とお時間ありがとうございました。